こんにちは。今日はビーズ刺繍を始めるのに必要な道具類を紹介したいと思います。まずは針です。針はビーズ刺繍専用の針やビーズ用の針が販売されています。私はそういった専用の針は持っていなくて、自宅にあったものを使っています。ビーズの穴に針が通れば他の針でも代用できます。私が一番使っている針は絹縫いという細い針です。後でビーズの種類は紹介するんですけれども、丸小ビーズなら問題なく使えます。極小ビーズになると通らないビーズもあります。通らない時はこのビーズステッチ用の針を使っています。たまたま家にあったのでそれを使っています。曲がったりしてしまうのでビーズ刺繍専用の針が欲しいなと思っています。続いて糸です。糸はこのナイロンの糸か刺繍糸が使われることが多いです。ナイロンの糸は、いろんな会社から出ているんですけれども、私はこのみゆきさんのビーディングスレッドを使っています。糸はビーズの色に合わせるか下地の布に合わせるかするんですけれども、たくさん揃えるのは大変なので、最初1つ買うのならこのカラー2番アイボリーが個人的にはおすすめです。割とどの色にも馴染む色です。それ以外ではポリエステルの手縫い糸が使われます。これはちょっとミシン糸で時々使うんですけれど、やっぱりひねりが逆なので使いにくいです。それから縫い付けるもの、ビーズ類です。ビーズはたくさん種類があります。一番一般的なのがこの丸小ビーズです。約 2mm のビーズです。それから丸大ビーズ、約 3mm のビーズです。それから特小ビーズです。これが 1.5mm のビーズです。それからデリカビーズ、丸小よりも少し平らな形のビーズです。平織りに向いているビーズです。左が丸小ビーズ、右がデリカビーズです。デリカビーズは穴が大きくてビーズの部分が薄いのがわかるかと思います。これはそろばん型のビーズ。これはボタンカットかなと思うんですけれど、でパール類です。パールもいろいろ種類があって、これがガラスパール、こちらがコットンパールです。それからスパンコール、またはスパングルとも言います。こういった亀甲型やフラット型など、これもまたたくさん種類があります。それからビジュー、こういったものを刺繍していきます。たくさん種類があって、これを選ぶのもまた楽しいです。それから縫い付ける土台となる布なんですけれども、綿とかフェルト、麻、オーガンジーなど何でも縫い付けられれば何でも大丈夫です。基本的にはこの4種類の材料があれば、あとペン、模様、図案を描いたりするペンなどがあればすぐに始めることができます。でそれに加えてあると便利なものがチャコ類、先ほど紹介したチャコペン、これは水性タイプの水で消えるタイプの先の細いペンです。チャコパアーティストと言います。これは自然に消えるペンです。自然に消えるタイプも便利です。それからペーパータイプのチャコペーパーという商品とか、あとダイソーさんで手に入るのがマーキングチャコという商品です。これはいろんな色が入っているタイプで便利かなと思って買ってみました。それから図案を写すトレーシングペーパー、市販されている本に載っている図案などをこれに写し取って使います。それからフィルム、これは、ペーパータイプのチャコを使って図案を写すときに
図案の上から、図案の上に乗せて図案を保護するのに使います。私はこのギフトバッグを使っています。そしてペーパーチャコで写す時の、図案をなぞる時に使うボールペンです。あと使うのはハサミ類。こちらは布を切るハサミと、こちらは糸とか他の細かいものを切るのに使うハサミです。その他には刺繍枠やこのビーズトレイがあると便利です。それからこういう基本図形がすぐ描けるプレートがあると便利だし、アクセサリーなどを作るときはこういった接着剤なども必要になってきます。あとはここには出せないんですけど、アイロンを使います。フェルトとかを使うときには必要ないかなと思います。次の動画ではビーズ刺繍の基本的な技法などを紹介していきたいと思っています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、今日はビーズ刺繍に使う材料や道具を紹介してみました。いろいろあるといいものも紹介してみましたが、基本的には針、糸、ビーズ類、布があればすぐに始めることができます。最後まで見ていただきありがとうございます。それではさようなら。